どうも、むつパパです。火鉢とオーブンを組み合わせて、この火鉢のエフェクト、燃えているエフェクトをオーブンの中に入れ込むというものを2つの方法を使って行っていきます。注意点も曖昧まで入れていきます。よろしくお願いします。まずはじめに、オーブンを家の中、わかりやすいように真ん中あたりに設置をしましょう。壁付けに置いていきます。このオーブンをグライダーを開きながらキャッチ。キャンセル置きを使ってどけます。どけたところに火鉢を置いて区画の移動を行います。区画の移動をして帰ってくると、こんな感じでオーブンの中に火鉢が埋め込んだ状態になりますので、燃えているエフェクトが見えてるかと思います。さて、2つ目の方法です。火鉢が横向きになっているタイプを作ります。木の床板を使います。木の床板を使って、この床板を壁のちょうど線があるとこぐらいですね。この辺りに来るように置きましょう。置いたら、この床板をキャンセル置きを使ってグライダーを開きながら床に置きます。キャンセル置きです。その上に火鉢を乗せます。だいたい真ん中ぐらいに来るように調節をしましょう。そしたら次にクモの巣をこの上に乗っけます。でこのクモの巣は期間限定商品になるのでご注意ください。グループ選択をしたら、だいたいオーブンのガラスの部分、窓の部分と同じぐらいの高さに来るぐらいに設置をしてみましょう。はい、火をつけました。完成形としてはこんな感じになります。で、ここで注意点なんですけども、裏側へ回っていただいて、お家の裏側へ回っていくと、はい、クモの巣がちょっと取りづらいっていうのは一つ。もう一つは、今このエンバー4の火鉢は壁に完全に埋まってますね。高さがちょっと高ければこれが飛び出してしまうのでご注意ください。飛び出した図は画面上に貼ってあるかと思います。さて、ではちょうど良さそうな位置にこれを運んでいきたいんですけども、一度目測で合わせてみて、だいたい真ん中、この黄色い線よりも今ほんのちょっと左側になってますね。ではこの火鉢をキャンセル置きを使ってキャッチ、避けます。オーブンをギリギリになるようにだいたいこの位置かな、置きます。ここで区画の移動をして帰ってきます。では区画の移動をして帰ってきました。こんな感じで埋まってますよというものになります。今回はビルダーの木床を使って実施をしましたが、木じゃなくて石床で行いたいという場合なんですけども、石床の場合ちょっと癖がございまして、キャンセル置きをした時に床に置けない、場所がずれてしまう、そういったことが起きますので、石床を使いたい場合は外で行ってください。石床で行いたい場合、石ブロックのだいたい半分ぐらいのところに置きましょう。やり方は同じです。真ん中置いてこれをくっつけていくとこういう感じですね。ではこれらを少しデコレーションしたいと思う。こんな感じでブロックを置いていって、ブロックで囲みますよという感じになります。こんな感じでブロックで囲ってあげる。できればブロックは4段ぐらい重ねた方がいいですね。ブロックを4段重ねてみました。こんな感じ。ブロックを4段重ねて、ここにドレープを埋めてます。これを埋め込んでいくと、こんな感じに埋め込めれば OK ということですね。このドレープ、ちょっとつけるのがめんどくさかったりします。一回作ったものからキャンセル置きで一度ブロックをどけた後に設置をしましょう。どちらが先でも構わないんですけどね。ドレープをキャンセル置きでどけても可能です。これでOK でしょう。そして注意点として、あんまりこれ壁寄せにしすぎるとこんな感じで出てしまう。これでもいいんですけどもね、私はできればこうギリギリなところに置きたいかなと。さて、おおむねこのような感じのディスプレイにしてみようかと思います。で、こちらなんですけど、掴むと、ある程度ブロックがグループ化されていると。こう掴むと、ある程度グループ化されてますよ。この一番下、ここが起点となって全部がくっついてますよ。こういう状態を作りましょう。ブロックを置いたら、次のブロックは隣とくっつけましょうと。
いうことですね。普通に置いてしまうと離れてしまいますが、きちんと隣とくっつけることでグループ化されましたよと。この法則を利用してください。さて、スタートする前に、今回はブロック4つ横に並べています。この真ん中が扉の真ん中に来るようにまず一旦設置をした方がいいですね。そしてここがブロックが1個、2個、3個と端っこが3個分のところに来ますよと。これを必ず覚えておきましょう。では、起点となる1つ上のブロックをキャンセル置きでどけます。隣もキャンセル置きでどけます。1個隣もキャンセル置きでどけますと。さて、どけたら石の柱を使います。グループ選択をしてキャッチをして、ここ、端っこですね。ブロックが1個目、2個目、3個目に来るように、なおかつ、まあ大体、ギリギリ。このどちらかですね。奥か手前か。置いてみましょう。ほい。これで大体真ん中あたりになりました。ちょっとここ隙間できてるんですが、この隙間はインテリアなどでうまく隠すことができますので、実際に隠したらどうなるか見てみましょう。さて、実際にインテリアを置いてみました。こんな感じでお部屋の雰囲気が変わっていきます。いかがでしょうか。お部屋の中にこういったオーブンを暖炉に見立てたもの、もしくは家の外に置いてボイラーに見立てたもの、そういったものを作ってはいかがでしょうか。おまけとして焼くできるんですが、このように埋まってしまいます。ちょっとしたトラップになりますので楽しんでみてください。フレンドさんを驚かすことも可能です。ではまた次の動画でお会いしましょう。それでは。